6月末から長雨が続いた県内は7月上旬の記録的な豪雨で南予を中心に各地で土砂崩れや河川氾濫などが多発し、多くの命が失われました。西日本豪雨では県内で27人が死亡し、災害関連死も含めると31人が犠牲となりました。西日本豪雨で肱川が氾濫しました。記録的な大雨で貯水量が増え続けた西予市の野村ダムは7月7日朝、ダムへの流入量と同じ量を流す緊急放流を実施しました。安全とされる放流量の6倍もの水が一気に野村の町を襲い、甚大な被害をもたらしました。野村ダムの下流にある鹿野川ダムも緊急放流を行い、ダム直下の肱川流域をはじめ下流の大津の町は広い範囲で水没しました。西予市は避難指示を発令し、消防団も住宅を回って避難を促しましたが、緊急放流までわずか1時間余りでは限界がありました。これほどの非常事態が迫っていると住民には伝わらず、洪水時のダム操作や住民避難の在り方に大きな課題を残しました。また愛媛みかん発祥の地宇和島市吉田地域は土砂崩れが相次ぎました。山肌はむき出しになり、急傾斜地に広がるみかん園地では農業用モノレールが破損するなど大きな被害が出ました。収穫シーズンを迎える中、産地の復興へさらなる支援が求められます。県は8月に復興本部を立ち上げ、道路や河川施設の復旧、産業や生活の復興支援策などを進めています。しかし豪雨災害が県民の暮らしや産業に残した爪痕は大きく、被災地の復興には長い時間がかかります。被災者を見舞うため、天皇皇后両陛下は9月21日、西予市野村地域を訪問されました。応急仮設住宅では被災者と懇談し、励ましや慰めの言葉をかけられました。大勢のボランティアの助けもありました。サッカーワールドカップに3大会連続で出場した西条市出身の長友佑都選手らも被災地を訪れ、子どもたちを励ましました。梅雨明け後の県内は最高気温が35度以上となる猛暑日が大津で観測史上1位と並ぶ28日間を記録するなど酷暑に見舞われたほか、台風も相次いで襲来し、復興への足かせとなりました。四国電力は10月27日未明、伊方原発3号機を再稼働させました。伊方3号機の稼働はおよそ1年1ヶ月ぶりです。伊方3号機は定期検査で運転停止中だった去年12月に広島高等裁判所の運転差し止め仮処分決定が出て運転停止が続いていました。今年9月に広島高裁が運転差し止めの仮処分決定を取り消したため再稼働しました。また1号機に続いて5月には2号機も廃炉となりました。四国電力は1号機と同様2号機の廃炉期間をおよそ40年と見込んでいます。学校法人加計学園による岡山理科大学獣医学部が4月、今治新都市第2地区に開学しました。国内で52年ぶり、四国では初めての獣医系学部の誕生です。県と今治市による2007年から15回の提案を経て、去年1月に国家戦略特区で新設計画が認められました。ただ新設は総理のご意向などの文書が明らかになり、安倍総理大臣と加計幸太郎理事長の交友関係が影響し、加計ありきだったのではと疑惑の目が向けられています。加計理事長は10月になってやっと今治市で会見し、学園側の虚偽説明などを謝罪しました。今治市は学園に36億円を超える用地を無償譲渡し、3カ年で県負担分を含めおよそ93億円の補助金を支出します。
任期満了に伴う県知事と松山市長の同時選挙が11月実施され、知事には現職の中村時弘氏が大差で新人2人を破り3回目の当選を果たしました。投票率は 39.05% で過去最低を更新しました。しっかりとこの災害対応については、本当にみんなの力を結集して乗り越えていかなければならないと言い聞かせています。松山市長には現職の野志勝仁氏が3回目の当選を決めました。塀のない刑務所として知られる今治市の松山刑務所大井造船作業場で4月8日夜、受刑者の男が逃走しました。男は窃盗を繰り返し、広島県尾道市の向島の住宅に潜伏した後、脱走から23日目に広島市の路上で逮捕されました。松山地裁は9月、男に懲役4年を言い渡しました。2月、ピョンチャンオリンピックが開かれ、スノーボード男子ハーフパイプに東温高校出身の片山ライブ選手、スピードスケート女子に県競技力向上対策本部の郷有沙選手が初出場しました。片山選手は7位入賞を果たし、3月には母校の東温高校などを訪れ、恩師や後輩に応援への感謝を伝えました。郷選手は女子500メートルで8位に入りました。笑顔の愛媛文化スポーツ賞を受賞した郷選手はその後現役引退を発表。県スポーツ専門員として愛媛で後進の指導に当たっています。春の選抜高校野球大会は第90回、夏の全国高校野球選手権大会は第100回の記念大会を迎えました。松山星稜が春の甲子園切符を初めて手にしました。夏は済美が快進撃を見せました。石川県代表星稜との2回戦では大会史上初の逆転サヨナラ満塁ホームランが飛び出すなど野球王国愛媛を沸かせました。王者大阪桐蔭を相手に最後まで粘り、14年ぶりのベスト4入りを果たしました。サッカーでは J2 リーグの愛媛 FC、JFL 日本フットボールリーグの FC 今治がともに成績不振によりシーズン途中で監督が交代しました。愛媛 FC は河合健太監督のもと J3 降格圏から抜け出し、18位で J213 年目のシーズンを終えました。 FC 今治は惜しくも年間順位は5位に終わり J3 昇格を逃しました。12月にはリンクで松山市出身の島田幸四郎選手が輝きました。カナダで開かれたフィギュアスケートのジュニアグランプリファイナルに初出場し3位に入りました。表彰台では銅メダルを手にとびきりの笑顔を見せました。ますますの活躍を期待したいですね。